こんにちは、ケイです。皆さん元気ですか？やっほー。今日はですね、結論から言うと、ちっちゃい頃ちょっとアメリカに住んでて英検1級持ってる人が大学入学共通テスト受けてみたっていう動画です。わーお。なんで今これやるのかっていうと、去年までセンター試験っていう名前だったのが、今年から大学入学共通テストっていう名前に変わったりだとか、内容もね、少し問題形式とかも難しくなってるとか、テストを受けた人たちの声とかを聞いててちょっと気になってたっていうのと、2回目の緊急事態宣言が発令されて、で家にいる時間が多くなって、もちろん曲を作ったりとか動画を作ったりとかもほとんどしてるんですけど、英語を自分もまたちょっと勉強してみたいなっていうモチベーションがね、なんか知らないですけどめちゃめちゃ上がったんですよ。私はどうしたら英語が喋れるようになるかっていうマインドセットについての動画を前に出していたりとか、こんな風な考え方っていうか勉強の仕方どうかなみたいな動画も今作ってるんですけど、まずその前にそんな偉そうなこと言えるレベルの英語力あるんかっていうのを自分でちょっと疑問に思いまして、あと英語の勉強するにあたって始める前にまず自分がどのくらいのレベルにいるのかっていうのを、こういうね分かりやすい共通のテストをやってみて自分のレベルをね知っておくっていうのもいいんじゃないかなと思って受けてみたいと思います。リーディングの問題をちょっと振り返っていこうと思うんですけど、まず第1問の Your dormitory roommate Julie has sent a text message to your mobile phone with a request。 例えばじゃあこのドミトリーが分かんなかったとしても、ドミトリーってなんだろう、ドミトリーってなんだろうって焦らないこと。まずこの問題文の意味全部分かんなくても解けますよね。で問題がそもそも What was Julie's request で全部こう読んでもいいんですけど、ジュリーの要求、何を欲しがってますかっていう問題じゃないですか。だからジュリーは多分Can you なんとかとか Will you とかCan I ask you to とか、なんかそういう何々してくれないっていう時の言い回しをしてるはずなので、それで始まる文をまずバッと探すからありましたね。 Can you bring my USB to the library? Can you で始まってるから、あこれだってまず文がバッと抜き出せて、で bring my USB to the library なので答えは to bring her USB memory stick。 問いに、How Will you reply to Julie's second text message？ だからこの時点でまず2個目のテキストに対してなんて返事しますかだから、この間に返してる自分からの返信は読まなくても解けるんですよね。だからこれは読まない。 You are right, I did have it ありましたと。 What a relief マジよかった Thanks anyway ありがとうっていうテキストなんで、 No problem とか Glad to hear that とかよかったみたいな、全然大丈夫だよみたいなことを言うんですよね。なので問いには2ですね。 I'm really glad to hear that。 B はこれはだから全部細かく読まないと解けない問題ですね、1個目とは違って。で第2問の A も誰が何を言ってて誰が何を言ってなくて、誰と誰の意見は似てるけどちょっと違うみたいな文章自体とか、あと使われてる単語とか一切難しくないんですよ。それは帰国だからとかじゃなくて、多分中高の教育とか受けてきてたら多分わからない単語はないと思う。パズルみたいな問題ですよね。だから日本語でもちょっとややこしいんじゃないって思うぐらいの問題。これもなんか英語力っていうか頭の中を整理する力とかな気がしました。この fact と opinion は事実と意見の違いで、事実だったら多分なんとか is なんとかになってて、 opinion だと I think とか I thought とか、なんとか was amazing とか I really loved it とか、自分の気持ちを表現する時の言い回しになってくるっていうのの違いを知っておかないと解けない問題。そうで、私この第3問をこれのね2問目をね間違えちゃったんだよね。これマジでややこしくて、バスで行くと40分で、そこからホテルまでは徒歩だと20分、バスだと10分みたいな。で地下鉄使うと25分で、乗り換えて10分っていうこの数字が私もう無理だったこのバスは10分に1本来て、でこっちのなんか電車は5分に1本あるんだけど、でも今なんか通行止めだからなんだったっけなしてて、こっちは使えないからとか、それさなんかもう英語じゃないじゃん。頭わけわかんなくなっちゃって、でも混乱しました。
第6問最後かなこれ。結構全部を合わせた典型的なリーディングコンプリヘンションの問題という感じがしましたね。言葉を抜き出す力、見つけ出す力も必要だし、全体を通して何を言ってるかっていうことを把握する力も必要だし、単語もカンカッションとか、まずあとスポッターってスポッターっていうのを見つける人だっていうのがわからないと結構解けない問題があったりだとか、結構わかるなっていう感じだったら英語で文章を書けるでしょうし、いやこれできたらみんな曲書けるって英語で、自分が思ってるよりもいろんなこと多分英語でできちゃうと思いましたね。さっき筆記、リーディングの方が終わりまして、次リスニングの方に移りたいと思います。家とか部屋でやるのと会場で受けるのってほんと全然違いますよね。スタート。では始めます。Working more overtime led to lower productivity. Like Japan. What do you think? Do I think? どういうこと？私がどう思うか。終わり？終わりました。はい、リスニング終わりました。これ英語力っていうか頭の良さ問われてません？だって聞きながらさ、やっぱり考えて読んで、先の問題も聞きながら読んで、でも聞き逃しちゃいけなくてみたいな、単純に英語力だけじゃない感じがしますね。とりあえず採点していきます。3、4、1、2、お、いいよ。おっと合ってるぞ全部。1、2、全部合ってたんだけど、やったでもさ、やっぱりこのリラックスしてる状況で受けてるっていうのがね、めちゃくちゃ大きいと思いますよ。すごい緊張感の中でやるテストってちょっと脳の状態いつもと違いますからね。そういう能力も問われる。なんかだんだん後ろに行くにつれて難しくなってましたね。会話の中で言ってたことと答えに書いてあることの言い方とかが違ったりするから、一瞬ってなるかもしれないけど、冷静に考えれば同じこと言ってたりっていうのが多かった感じがしましたね。そうね、 B も簡単なんだけどさ、こういう絵の問題って、これ問い7のこれとかさ、そんなひねくれた人はいないと思いますけど、これ確か、母親が自分の肖像画を描いてますっていう状況はどれですかって問題だったと思うんだけど、もしかしたらさ、このちっちゃいポニーテールの方がお母さんかもしれないじゃんたまにいるじゃん。だってお母さんより背の高い娘とかって、そういうとこどうなってるんですかね。もう一個あったんだよな。そう、このロボットの問題はお掃除ロボットがいいよねっていうさ、問題だったんだけど、わかりますけど、でまず一番最初に、動物のはないって言ってたから、2と3はなくなるじゃないですか。1と4なんだけど、1だってカレー運んでるけど、もしかしたらこのさ、下3つのこの丸いのがさ、お掃除のさ、くるくるしながら床を拭いてくれるやつかもしれないじゃないですか。で4番もこれ右手に持ってるのが多分モップなんだろうけど、綿あめかと思いましたみたいな。で左手に持ってるのもさ、棒の先にかまぼこついてるんだと思いましたみたいなとかっていう人いないのかなって思いながら、いやわかるよ、4なんですけどね。絵の問題にちょっと疑問を感じましたそういうことじゃない。第4問は円グラフのやつ。 The most popular was going out with friends だから、 the most popular っていうのが一番人気があるっていう意味なんだなっていうのを知らないとできない。 Exactly half of that percentage。 今さっき言ってた 30% のちょうど半分だから、 15% が working part-time だったからの the votes received a quarter of all the votes。 quarter 4分の1、まず知らないとできないですよね。ぶっちゃけ received a quarter の receive とかは意味をもし分かんなかったとしてもできるよね。この quarter さえ分かれば、これは quarter とか half とかを知ってればできることだなって思いますね。第5問も焦りましたね。やっぱ喋ってる量多いと焦るじゃないですか。久々にこういうの受けたのでやりながら思い出してたんですけど、リスニングのこういう長文の問題って問題文読んで聞きながら丸してった方がいい問題と、メモを取った方がいい問題と、俯瞰して全体をなんとなく聞いた方がいい問題っていう3つかなに分かれると思うんですけど、これは聞き始めてメモとかいうレベルじゃないから、情報量がどういう話だったのかとか、どんなこと言ってたかっていうのを全体で
聞いてポイントとして覚えておくタイプの問題だなと思ったので、その一つ一つの出てくる単語とかに集中するんじゃなくて、ちょっとこう目線を遠くにしてあたかもその人が自分の目の前で喋っているかのように聞くのがコツっていうか、それもね難しいわって話なんですけど、で最後の第6問ですね、なんか留学についての話だったと思うんですけど、最初にこう問いを見た時に What is Jane's main point?要点は何だっていうのと What choice does show need to make? どういう選択をしないといけないのかっていう問題なんで、結論に近いどういう話でしたか要するにっていう問題なんですよね、どっちも。なので最後の方に大体答えがあるっていうか、だからこれもメモ取るとかそういうタイプの問題ではなく、全体をつかむためにポイントを押さえながら全集中して聞いているタイプの問題だなと思いましたね。これ日本語で同じの受けても最後の方とか難しかったんじゃないかなと思って、聞きながら覚えながら問題文を先読みしながら選択肢も同時に読みながら理解しながらっていう同時進行がありすぎて、テストってまあそういうものなのかもしれないですけど、すごい楽しかったです。はい、ということで大学入学共通テストの英語を、受けてみました。結果はリーディングが1個は普通に問題文ちゃんと読んでなくて引っかかったっていうめっちゃ悔しいケアレスと、もう一つはなんかこれ英語っていうか算数じゃないみたいな問題が1個あって落としましたねで2つ落としちゃって、リーディングが94点のリスニングはね100点満点でした。一応満点でした。やっぱりすごく難易度高いのでできなくても全くへこむ必要はないと思うんですけど、試験で高い得点を取れた人たちは多分現実世界においてもすごく活躍できるポテンシャルを持ってる人たちだなって思うので、マジで自信持ってください。それで今年第一志望に行けなかったとしても、こういった力を日々積み重ねていけてるっていうことは将来に絶対に役立つので、でお前誰が言ってんだよって感じですけどね。ヤモリさんはねどっちも満点だったということで、もうさすがですねという感じなんですけども、最後の方とかはもうこれ英語力っていうか頭の良さ問われてる感じしましたね。こう考える力とか予想する力っていうのをすごく測られてたような気がしますね。ステイホーム期間にチャレンジすることとしてはとってもやりがいもあったし、久しぶりにねもうずっと使ってなかった脳の部分を使った感じがして本当に疲れましたね。 I am so exhausted。 もう他の科目は全然解く気にもならないです。テストとあと実際に使う英語っていう意味ではきっと使う部分も全然違うし、勉強の仕方も全く別物だなとはやっぱり思ったんですけど、でもこの実用性っていう意味で考えた時にこのテストに向けて勉強することが無駄になるかって言ったら全くそうじゃないし、じゃあ実際実用的に英語喋ってみようってなった時につながってくることはもちろんあると思うので、テストのためだけの勉強だから使えないみたいな風に考えること、考えないか考える必要は全くないと思います。英語ができていいことってめちゃくちゃあると思うんですけど、私だったらやっぱり音楽をするにあたって英語ができるっていうのは結構大きいなと思っていて、曲も英語で書けたりすることとか、あと海外のファンの方と自分でコミュニケーションが取れるっていうこととか、単純に英語を話す人口の方が世界では圧倒的に多いわけですから、英語で書かれてるものとか英語で発信されてる情報っていうのはもう日本語のそれと比べて莫大にあるわけですよね。だから自分がじゃあ触れてインスピレーションを受けられるもののその母数がまずダーンと増えますよね。こういう全国でみんなが受けているテストをちょっとやってみることで自分がどこら辺のレベルにいるかっていうのを勉強を始める前になんとなく把握しておく。全然できなかった悔しいっていうのがきっかけになって英語勉強したくなるかもしれないし、結構できるじゃんっていうので自信にまた一つつながるかもしれないし、受けてみるのはすごくいいんじゃないかなと思いました。この後に英語の勉強法というか勉強するにあたってこういう風に考えたらいいんじゃないかっていう動画を出そうと思ってるんですけども、今回の大学入学共通テストで割と予測する力とか予想する力とかが大事だった気がしますって言ってたのもその動画の中で喋ってることにも通じてくるので、気になったらぜひそちらの方も見てみてください。それでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。
だけどかなり現実的な英語力めちゃめちゃ喋るんだけど地頭力と